はいどうも皆さん、おはこんばんちは、ちょまるまたけしです。今日も元気にヘルメットゲームマーボーやっていきたいと思います。ということで今日はね、3v3 3日目ということで日曜日の、今朝撮ってますけど、今私ランキングの方はね、朝起きたら、はい、こんな感じです。やばいです。朝起きて、ランク1はやばい。今回マジでね、ランク1入ってるんで今、これランク乗ってないね。ランク1入るとこのランクから消えます。ランク1入ってるんで、マジでガチ勢なんで、頑張ります。頑張りたいと思います。はい。で、今日なんですけど、このガチ勢ちょもたけがね、もう皆さんこの画面を見る通り完全にガチ勢じゃないですか。ガチ勢ちょもたけに結構コメント来るんですよね。なんでそんなにイベント早く完走できるんですかとか、初心者なんですけど、イベントのコツを教えてくださいみたいなのが、要望が来てたんで、ちょっとそれにね、答えながら、プレイしていきたいと思います。で、ちょっとそんなことよりもちょっとやばい今さ、このパが来てんすよ。こんなパの割り振りが来てて、これ見てピンと来た人います？これ来てピンと来た人はガチ勢です。いきますよ。私、これを見て、これが思いつきました。はい、ババンとはい、キングレブロン、3人レブロンパーはい、3キングスですね。3キングスパが爆弾しましたので、こちらでちょっと遊んでいきたいと思います。では、お願いします。さあやっていきましょう。さあ私がこのレイカーズユニの3人レブロンの方でございます。ちょっとアリウープなんかも狙いつつ、まずドライブで。よし、決めていくよ。いいよ。もう無双していきましょう。で、なんでイベントそんな早く完走できるんですかっていうのを、ちょっと3つぐらいのポイントで話していきたいんですけど、単純にガチってるからなんですけど、でもガチってるって言っちゃあれだと思うんですけど、まず1個目は、エネルギーですね。イベントエネルギーあるじゃないですか。イベントエネルギーを無駄にしてないってことですね。うん。あれ6個以上溜まるともうそれ以上溜まんなくなっちゃって、要は時間が、もうそれ以上溜まんないわけですよ。だからもったいないわけじゃないですか。いけ。で、それを無駄にせず、しっかりと、6個溜まる前に絶対使い切るっていう。これ基本だと思うんですよ。で、あと、スタボの概念がよくわかってない人いると思うんですけど、スタボ、今回のイベントに関してはちょっと特別なんですけど、基本的にはその実装されてるイベントテーマをパに入れることによって、そのスタボっていうのがついて、スタイルボーナスっていうのがついて、そのパーセントが多いと、イベントでもらえるポイントがちょっと増えるんですよね。例えばだからファンデパとか作ってみたらいいと思うんですけど、ファンデパ作ると、わかると思うんですけど、ちょっとこれアリープ狙おうか。待って、ゴール下だった。ちょっとアリープ狙います。ファンデパを作るとわかると思うんですけど、今回じゃシーズン6のテーマカードであればスタボつくんであんまり意識してないと思うんですけど、いけ！待ってミスった。だからそのスタボが 100% になると、だから通常よりももらえるポイントが2倍になるんで、はい。で、もう1個は、課金してるからですね。もう1個課金。課金って言ってもね、すごいめちゃめちゃ課金してるわけじゃなくて、要は、コートサイドパスプレミアムっていうのが毎月、あるんですよ。月1回。で、要はなんていう、月額のパスみたいな。だから、有料版じゃなくて、月額のパス払うとちょっと特別な見れるよみたいな、あるじゃないですか。いろんな。例えば、ネットフリックスでもさ、プランとかあったりするじゃん。なんか、無料プランはないと思うけど、なんか、画質が悪いやつだけど、ちょっと安く見れるやつと、あとプレミアムで超高画質でもう好き放題見れるみたいな。いろんなプランがあったりするじゃん。それの、要は月額パスみたいなのが NBA2K モバイルにもあって、それを買った特典の一つに、イベントの、さっき言った6つ溜まるともうそれ以上溜まんないってやつが、普通よりもやばい最後バチ込んだのに、間に合わなかった。これ見せるわ。はい。このコートサイドパスっての、これね。で、これのプレミアムっていうのを私開放してるんで、下の段ですね。それを開放すると、MB とかもらえるっていう特典と、イベントエネルギーですね。イベントエネルギーが、チャージスピードが通常より 20% 速い。だから普通はだいたい30分に1回エネルギー溜まると思うんですけど、僕の場合は 20% なんで、24分無課金税と比べると24分で溜まるので、その分6分早いわけじゃないですか、みんなよりも。その分が多分みんなより早くできてるっていう違いだと思います。これが、簡単な、ガチ勢との違い。あともちろん、困難しかやってないです。はい。簡単とか普通は手出してないです。もう困難一択で、やっぱ困難の方がもらえるポイントでかいので、はい。だからそれはみんな分かってると思うんですけど、それが、基本的なことなんですけど、でもそもそもポイントは、なんで、感想こんなできるかって言ったら、もう好きだからだよね。このアプリが。
このアプリ好きじゃなかったら、やっぱりやらないと思うんですよ、そもそも。エネルギーをこんな無駄にせずとか。だって、好きじゃなかったらさ、別にどうでもいいじゃん。あと、やっぱり、イベントを絶対完走したい、ゲットしたいっていう欲望、これが欲しいんだっていう欲望と、絶対あともう本当に NBA2K も、これやってて、始めたての人に聞きたいんだけど、なんかやってて好きだわっていう。だから僕ももともと NBA 好きだったから、NBA 選手がこういじって好きな選手ゲットできて、それが使えるっていうのが、おもろいなと思って、もうずっとやってるわけですよ。だからなんか、自分のこれやってて好きだなっていう人がいたら、その人は素質あるから、そのうちガチでなれると思います。まあそもそも面白くないじゃんって、別になんかただ作業ゲーみたいな思っちゃうんだったら、多分その人はもう今のうちやめといた方がいいかなと思う。やばいこのランク !3 人レベルやばいな。なんか好きって言うんだったら、そのうち勝手に上手くなる。あとやってれば。なんかね、今すぐ上手くなろうと思わないでって逆に言いたい俺は。俺もよく言うんだけど、俺シーズン1からやってんだけど、シーズン1の時はマジで一回も、イベント完走をしたことなかったんですよ、シーズン1は。よくわかんないじゃん、この始めたての人からしたらさ、いろんなイベントがあってさ、よくわからなくて、一回も完走できなかったんだよ。でも、ゲームは続けてたんだよ。完走はできなかったけど。ルールがよくわかんなかったから。だけど、やっていくうちにそりゃ、やってればルール勝手に覚えるから。あと、シーズン1の時は、みんなは俺がいるけどさ、シーズン1の時なんかマジ俺がいなかったから、だから、よくわかんないじゃん。これマジ突っ込んでいけるわ。余裕で。暴走特急機関車レブロンがただいま発射しました。そう、だから好きだったら勝手に、やってれば勝手に詳しくなるというか、勝手に上手くなるから、別に俺あんまなんかね、やり方とか別にだから逆に教えたくないんだよね。なんか好きなやつは、勝手に成長していくみたいなさ。だってさ、バスケだってそうじゃん。バスケだってバスケ上達のコツ。じゃあバスケ、あの子、何々ちゃんなんか上手いんだけど、なんで上手いのって言ったら、そいつはさ、要は練習してるからじゃん。バスケが好きで練習してるから、それ上手くなるよ。だからみんなも上手くなりたいんだったら、まず好きになることですね。で、みんなは好きになる前に、まず上手くなろうって考えるじゃん。いや、逆なんだよね。うん。なんかこのアプリが、好きだから別に上手くなりたいわけじゃないんだけど、ただ、やってればこうやって、バチコ今のやばすぎたの、今どう考えても今の。待って。今の究極にやばすぎても今のやばいじゃないですか。だからああいうのやって気持ちいいとか思えれば、勝手に好きになるので、だから僕はね、なんかあんまやり方とか本当は教えたくないんですよね。だって好きなやつは勝手にだってバスケもそうじゃん。なんか好きなやつは勝手に上手くなるじゃん。言い方あれだけど、勝手に上手くなるじゃん。だからまず好きになることが重要です。それで、次の問題課金なんですよね。でも、好きだけど課金はできないって言う人いるじゃないですか。で、俺から言わせれば勝手に課金もするようになるんですよ。勝手に。だってさ、別にさ、生きててさ、別にさ、この課金する、別に俺は課金するから、課金したいから、他のことをちょっと我慢するというか、まあ、別に月額のさっきのプレミアムは、月額で1300円ぐらいだからさ、別にそこまで、なんかすげえ生活を犠牲にして、まあもちろん物販とかはある程度生活を犠牲にするけど、別にまあそれプレミアムに関しては別に生活を犠牲にしてるわけじゃないから、要は、バッシュとかもさ、いいの買いたいと思うじゃん、バスケやってたら。バスケ上手くなってきたらさ、いいグッズとかこだわったりするじゃん。だから、好きになって上手くなったら勝手に課金するんだよね。だからバッシュ買うってことはバスケに課金してるってことじゃん。勉強とかもそうだよ。勉強とかも、まず、例えばさ、俺の友達でさ、勉強あんまできないやつがいたんだよ。で、勉強苦手なやつだったんだけど、歴史の授業だけ得意なやつがいたんだよ。で、そいつ、戦国時代の時とかになったら、そこまで別に勉強、そんな良くなかったんだけど、戦国時代入ったら、そいつ三国無双っていう昔ゲームがあって、それが好きで、戦国時代入ったら、やばい脳幹かいバチコンだのに。そうだ、戦国時代入ったらめちゃめちゃそいつ好きになったんだよ、その歴史の授業が。そうだから、やっぱ重要なのはやっぱ勉強でもそうなんだよ。好きになることじゃん。で、そいつは戦国時代が好きだったから、そっから入って、で、勉強するじゃん、勝手に。そう、だから勝手に勉強するんだよ、好きだったら。勉強も、テストでいい点取りたいからとかじゃなくて、勝手に好きになったら勝手に勉強するの。で、勝手に勉強して、で、勝手に、できるようになってきたらさ、今度さ、塾とか行き出すわけ。うん、もっと良くなるから。だからそいつも気持ちいいじゃん。テストでいい点数取ったら、もっと詳しくなろうみたいになって、
で、塾とか行き出すわけじゃん。だから他の教科も上げたいみたいなさ。で、要は課金、塾って課金じゃん。で無課金税って要はただ学校行ってるだけじゃん。で、課金税は塾行ったりするじゃん。で、だから、要はそうじゃん。何でもそうなんだよね。まず好きになること。そしたら勝手に、あとは課金したくなるから、勝手にね。うん。そう。その2つが重要なのかなっていうふうに思います。はい。あと、俺の場合は、やっぱり、あと友達がいないっていうのも重要だと思う。うん。やっぱ友達っているとやっぱ誘われたりするじゃん。で、俺だったらやっぱ動画投稿しないといけないのに誘われたりしたらさ、いや、これやんないといけないからっていうの。で、断んないといけないじゃん。だけど、友達がいないと、そもそも誘われないから、自分の、OK! で、このアプリで集中できるわけ。だから、このアプリのランカーになるにはやっぱり、そういうのを犠牲にして、やんないといけないじゃん。ずっとこれにやってないといけないわけだから。それ、ランカーになるのは、だから、えぐいよ。ランカーならずっとこのアプリをずっとやってないといけないんで、それはランカーになるっていう道は険しい。だからそこまで行っちゃうじゃん。そこまで行っちゃうから、俺も別に友達がいないわけじゃないよ。いないけど、毎日毎日誘われたらうざいよっていう。毎週毎週とか。まあ、それはさ、月に、まあ、2ヶ月に1回とかさ、飲みに行こうみたいな誘われたらあるけど、そんな、毎週毎週とか行こうとかはないってこと。友達が0人ってわけじゃないです。はい、誤解しないでください。友達がいないっていうわけではない。だからそんな、毎週遊ぶ友達がいないってこと。うん。月2ぐらいで遊ぶ友達がいるってことなんで、まあ、そういうことなんでね。まあ、とりあえず、皆さん本当にね、まずは、このアプリ好きだわって言ったら、のめり込めると思うんだけど、ただ、なんかね、いきなりみんな上手くなろうとか、いきなりなんか効率よく行こうみたいな、なんかそういう人が多いんで、俺ちょっとあえて言いたかった。うん。まず好きにならないと無理。なんでもそう。まず好きにならないと、そっから何も始まんないんで、うん。で、なんか楽して裏技で簡単にゲットできる方法ないかなっていう人もいるけど、それが一番ダメ。なんでも、チートとか楽してやろうっていう、まずそういう考えを、もう世の中のすべての、そうなんだけど、なんでもそう、楽して稼ごうとか、そういう考えてるやつは、将来闇バイトします、そういうやつは。だから俺の友達もいたよ、なんかズルばっかり考えてさ、そういうなんか楽しても、儲けようとか、そういうやつはね、なんか楽して儲けようっていうやつが、そういう闇バイトとか始めるんで、そういうやつには僕はみんななってほしくないんで、まあ本当にね、まあ好きだったら買ってたから、周りがよく努力って言うけど、俺からしたらさ、周りからしたら多分、初心者の人からしたら、俺すげえ頑張ってイベントこんなランカーになってるわけじゃん。こうランカーになってすごい努力してるって言うけど、俺全然努力と思ってないんだよね。全然努力と思ってないんで、ただ周りが勝手に努力って言うけど、俺はただ好きで遊んでるだけ。俺はぶっちゃけただ好きで遊んでるだけなんだから、周りから全然自分は努力してないのに、勝手に好きになって勝手に上手くなるっていう風になれればベストかな。それが一番最高だと思います。以上がちょもたけ的コツでした。はい。あと楽しんでください、基本的に。もう基本的に楽しむことですね。こうやってレブロンパ作ったりとか。うん、作業系じゃないんで。チャンネルからの大切なお知らせです。ちょもなまたけし TV のメンバーになれませんか？メンバー特典としてコメントの優勢返信や人数が集まればメンバー限定の PVP 大会も開く予定です。ぜひふるってメンバーになってちょもなまたけし TV を応援しよう。Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer.